皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回お届けする話題は、みんなの思っている疑問の一つ、マスクの転売問題についてです。マスクを転売している、しかもそれは当然のように高値で転売されている。こういった問題に対して、一体なんでこういう人が逮捕することができないの？やめさせることができないの？という疑問は、誰しもは思うところです。そういった問題に対してようやく政府が対応を行います。というわけで今回のニュースはこちら。マスク転売に対する法律というものが動き出します。これによって転売屋というものがある程度撲滅できるのではないかということが期待されています。それでは早速ニュースについて見ていきましょう。マスク買い占めや転売に罰則規定。政府は5日、マスクの買い占めやインターネットでの転売を禁じる対策を講じることを明らかにした。石油危機への対応として、昭和48年に制定された国民生活安定緊急措置法を活用する方針で、近く取りまとめる第2弾の緊急対応策に盛り込む。政府はこのほか、洗って繰り返し使える布マスクの流通量拡大を促すなど、あの手この手でマスクの品薄状態の解消を目指している。マスクのインターネットオークションへの出品をめぐっては、経済産業省がすでに14日から当分の間、自粛するように運営会社に要請。国民生活安定緊急措置法の政令を改正し、罰則を設けて一段と厳しい対応を取る。10日に閣議決定する見通し。国民生活安定緊急措置法は、物価の高騰などの異常事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資などの価格や需給を調整し、国民生活の安定を確保することが目的。トイレットペーパー不足や値上がりへの対策として制定された。一時トイレットペーパーが店頭から消えたが、正しい情報が伝わり、品不足が解消に向かっているため、第2弾の対応策には含まず、マスクを対象とする。布マスクに関しては、海外の工場での生産・輸入を促しており、来週から数十万個単位で日本に入ってくるという。洗って繰り返し使えるマスクが一定量消費者に行き渡れば、マスクの品薄解消にも効果が期待される。マスクの品不足というものはなかなか解消しません。その根本的な原因というのは、そもそも海外で作っていた割合が非常に大きかったという問題があります。海外産が7で国内産が3割。そしてその海外産というものがなかなか日本に入ってこない。そのために日本の国内のこの3割というものの生産量を2倍や3倍に増やしたとしても、なかなか需要に追いつかないというのが現状です。何しろ今までマスクをしていなかった多くの人々が、これからはマスクが必要だということになってしまい、需要の量というものが3倍や4倍にまで膨り上がっているからです。しかも悪いことに、転売というものに対して今まではやめるようにしてくださいというお願いしかできませんでした。今回の法律を適用することによってようやく法の網がかかります。これによって転売屋の動きというものを大幅に制限することができるでしょう。これまでは例えば商品そのものを高値で売り抜けるというのがダメであるならば送料を上げようというようなそういったごまかしなどもまだ通用していました。これからは法律の網が被ることによって業者の方もそういった出品に対して強い態度で削除することができるでしょうし、売る側の方も今のうちに何とかしなければ法律で捕まってしまうと放出を始めるかもしれません。緊急事態という時には必ずこのようにどさくさ紛れの活動する人たちがどうしても出てきています。こういった人たちを法律の網をかけることによって世の中を正常化させていく、そのための動きというものももっと早くなければならないと私は考えています。少なくとも海外においてはこうした問題に対してもう捕まえたよというニュースが次々と出てくるものです。デマを流した人に対してすぐに見つけて逮捕するといったこともありますし、そういった動きというものを見て日本はなぜそういったことがすぐできないのだろうと疑問に思うことは皆さんもあると思います。そうした場合、なかなか日本ではそれに該当する法律がないということも案外多いものです。日本というのは法治国家ではありますが、同時に足りない法律や想定していない出来事に対する対応が遅いというのは残念ながらいつものこととして問題はあるようです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。といった具合にして今回はショートバージョンの動画作りというものを目指してみました。
これはメインチャンネルに投稿する動画ではなく、本来はサブチャンネルで実験的に投稿するニュースの短いバージョンの動画です。皆さんにとっては大した差はないというふうに思うかもしれませんが、実は作り方を工夫していつもより省力化しています。動画時間は少し短いですし、またネタについてもそれほど大きな話題を取り扱うことはないかもしれません。サブチャンネルではそうした実験をこれからも行っていきますので、ぜひともサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。